常連さんは順番に食べますね。今日は寄り道食べたし、明日チチョルスしようかって言って大工さんに1ヶ月間毎日焼き飯とラーメン。この動画を見てこれ食べたいですっていうのはできるんですか？はい、できます。あーすごい。お客さんが来てくれた楽しみに私も頑張ろうかな。ありがとう。出来上がり。おもりに塩、味の素、胡椒、この3つだけ。玉ねぎ、人参、卵炒めてから、それからご飯入れて、胡椒振って、ネギ入れて、美味しいな。ご飯入れる前に塩をご飯にかけてたんですけど、塩バーッと先入れたら、熱々いうちに
味染み込む。今日は味はどうですか？味美味しかったです。美味しいです。はい。入ってる調味料が塩、胡椒、味の素だけだったんですけど、なんかそれでもすごく味がしっかりついてて、その3種類以外の味も入ってるのかなっていう。それ以外何も入れてない。それ3つだけ。だから塩さっき振ってたら味付くだけ。旨味もすごい感じたんですけど、なんか野菜の旨味ですかね。淡路島の玉ねぎ。淡路島の玉ねぎ。それからめっちゃ香り出る。甘みも感じるなと思ったら、玉ねぎね。チャーハンってセットで注文できるんですか？そう。チャーハン半分にラーメンついて。1300円ね。家建てる仕事を大工さんみたい。毎日焼き飯とラーメン。もう2ヶ月間。2ヶ月やな。2ヶ月。毎日食べても食べ飽きない味付け。そう。はい、どうも。びっくりした。入ってる調味料を教えてください。チンジャオロースはね、ワンツーヨね。ワンツーヨはいつも娘作ってる醤油とか、お酒とか調味料いろいろ合わせてたくさん入ってじゃワンツーヨ。日本語で万能汁、中華料理で使う万能な調味料。胡椒入れて、味の素入れて、生姜、ニンニク入れて炒める。たけのこは先湯沸かして、洗ってピーマン入れて一緒に炒める。最初にお肉を仕込んでるじゃないですか。そう。そのお肉って何のお肉使ってるんですか？肉はチャプね。豚の肉の一番いいところのやつ。猪骨のロース。猪骨のロース。そう。ほんで美味しいね。その厳選されたお肉使ってるんで、赤身なんですけどすごい柔らかくてジューシーに仕上がってたんですけど、そのお肉ってやっぱ国産のお肉なんですか？そう注文してね、いつもチンジャオロースすごい味付けがご飯に合うような味付けで作られてて、そこってどういう意識で作られてるんですか？ワンツー油とね、オイタソースと炒めね。炒める時のコツとか時間とか時間も自分の目に見て
目で確認してそうそう、目の確認して。やっぱ長年の感覚とかもそう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 大事なんですはいはい、ね。そう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 。新飯のところ、紹興酒。卵中は塩、味の素、生姜、にんにく、玉ねぎと人参とネギ、さっき卵中入れてよく混ぜて焼いていく。卵がすごいふわふわだったんですけあそうど、か卵をふわふわにするコツってあったりしますか？火の様子見て、うん火が小さすぎたら卵膨らない、はい油少なすぎたら膨らない。はいその微調節が大切なんですね。あそう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 なんかこのあんってどういう味付けで醤油と味の素、ガラスープと、ほんで生姜、にんにく、醤油ベースはい、なんです醤油ベース。ね。鶏ガラスープってどれくらい煮込まれるんですか？一日中は煮込みます。おー、一ゆっくり日中。この鶏ガラスープって何が入ってるんですか？鶏ガラと豚肉で2種類しか入れてない。結構うん味付けっていうか出汁とかもすごいシンプルシンプルですよね。なんかそれがすごい優しい味につながって優しい味ねて、いろんな世代の方から愛されるような味付けそうそうそうわかります。うちの孫も主人もみんな天津飯好きだ。あ、そうなんですね。はいね、ネギいるわ。
タレは生姜と醤油と味の素と砂糖とね。そのタレそのタがすごいさっぱり、油淋鶏すごいボリュームあったんですけど、すぐペロリと食べれるような感じがあって、ありがとう。はい、衣すごいザクザクで美味しかったんですけど、あれってどうやってるんですか？ザクザクは上の片栗つけて、卵つけてから片栗の上に乗せてつけて油揚げる。そのザクザクの衣もすごい旨味のある味があったんですけど、そうそうそうこれって味付けてるんですか？先つけて切ってさばいて、塩とお酒と生姜とニンニクと胡椒と味の素味付けて寝かしてな。油淋鶏ってどういうお客さんが頼まれることが多いですか？今日この外人4日間ずーっと油淋鶏だから来て前にここ座ってね、へもうずーっと油淋鶏。観光のお客さんお客さん、が外人そうですずっと油淋鶏、はいびっくりした。日本にいたら毎日食べたいぐらい美味しかったんですかね？中国の美味しい薬膳料理作ります。これって鶏肉ですか？鶏肉のもも一番柔らかいからね、結構に炊いても美味しい。生姜入れなあかんし、全部ね食べられるだからね。はいね、味の素入れない。味の素入れないんですか？味めちゃ美味しい出るだから、ほんで紹興酒、私いつも感覚ですごい。紹興酒ってやっぱ香りとか良かったりするんですか？そうそう、香り干し椎茸、15ぐらいかな。中国にある薬味っていうことですね。で夏目今早いね。これにこれかな。くるみいつもメニュー載ってない。表のメニューに載ってないんで、載ってない。じゃあこの動画をはい見てこれ食べたいですっていうのはできるんですか？はい、できます。あーすごいはそれから今できたてね、今こうね。温州の薬膳料理ごちそうさまでした。あーいいえ。食べててすごい体があったかくなるような、すごいポカポカそうそうそうするんですけど、うんこれって何か入ってるんですか？紹興酒と生姜、唐辛子ちょっとだけね。唐辛子ちょっとだけ入ってるんですけど、まあ、全然辛くないそうそう、辛くないかったので、すごい優しいあ味はいで、ほんで椎茸と人参も入ってるし、体いいしね。この薬膳料理ってなかなか日本で食べる機会ないじゃないですか。そうですね。お母さんご出身ってどちらでしたっけ？浙江省の温州。はい、温州で生まれ育ってきて、家庭の料理を伝統でずっと引き継がれてるっていう。そう昔からね。お母さん教えてもらって炊いて食べさせてくれた。お母さんからどんどん引き継いでくるって感じなんですね。はい。お母さんの味ってどうでしたか？お母さんの味美味しいよ。誰かのお祝いか正月とかごちそう食べたいよってね、これね体もいいしね。例えばお子さんの入学式卒業式とかのそうそうそうお祝い事でも、そう、はいごちそうの時はねうんしてあげたら。表のメニューにないっておっしゃってたじゃないですか。そう事前にそうそう予約してはい注文するって感じなんです注ね。文する。事前に注文するときはどうやって注文したらいいですか？電話とかうんな言ってくれたら。じゃあ事前に電話して薬膳料理食べたいですって言ったら、
食べれるんですね。そう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 。これから皆さんに食べたら美味しかったな、よかったな、体温めるな、食べたい時は注文してくれたら私作ります。中高園の高正弘です。今お店にはちょっとおられないっていうところで、家の前の砂利引いてあるとこでシニアカーをしてひっくり返った。そうだったんですね。それで大腿骨を骨折した。お店に復活するために今リハビリ。そうリハビリ中。お店中高園の創業っていつになりますか？あそこに店を持ったんが昭和33年かな。高橋の新福祭館、あそことか隣の第一朝日、みんな一緒に仕事してたんですよ。もともとがお友達なんですわ。お父さんが今後守っていきたいなっていうお店のことって。いやもう好きにやってくれはったら何も口出ししないし、しようとも思わない。好きにやっていいよって思う理由って何かあったりしますか？いやも地元のお客さんはもちろん大事にするけど、取り込みたいとは思たらへんから心配ないので、だから別に今のやり方でやってくれはったら、ほんで料理もこんだけできると思わへんかった。僕らより上手やと、逆に言ったら。今日は一日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今娘さんとお店されているんですよね。はい。今後娘さんとお店ずっとやられると思うんですけど、どういったお店目指していきたいですか？そうやな、これからぼちぼちに頑張ります。はい。ね、お客さんの来てくれた楽しみに私も頑張ろうかな。今日は一日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。